業務外の OSS 貢献を禁止した上司がシステム崩壊で土下座した結果、業務外の活動は会社の損失だ。俺が修正しないと直せないぞ。これは業務外のオープンソース活動を禁止した上司がその結果システム崩壊で土下座することになった話。俺は28歳のバックエンドエンジニア、中堅の SIR で働いて5年目になる。仕事は普通にこなしてるし評価も悪くない。趣味でオープンソースのライブラリにコントリビュートしてる。特に力を入れてるのがラストで書かれた HTTP ライブラリ。週に2、3回業務後に自宅でバグ修正やドキュメント整備をしてる。OSS に貢献してるのか。それは素晴らしいことだ。実はこのライブラリうちの会社のシステムでも使ってるんだ。だからバグを見つけたら積極的に修正してる。会社にとってもメリットあるしスキルアップにもなる。一石二鳥じゃん。会社にもメリットあるし最高だな。そう思ってたんだけど会社にそうは思ってもらえなかったんだよな。ある日開発部長に呼び出された。お前、業務時間外に何をやってるか知ってるぞ。オープンソースのコントリビュートのことですか？そうだ、それは副業に該当する。副業？無償でやってることですよ。金銭のやり取りがなくても会社以外のために労力を使うのは問題だ。でもそのライブラリは会社でも使ってるんですよ。バグを修正すれば会社にもメリットがあるじゃないですか。それは会社が判断することだ。お前の勝手な判断で会社のリソースを使われては困る。会社のリソース自宅の PC でやってますけど、しかも業務時間外です。お前の脳みそとスキルは会社が金を払って育てたものだ。それを無償で他人に提供するのは会社への背信行為だ。背信行為ってそこまで言いますか？何言ってんだこいつ。頭おかしいだろ。それは理不尽すぎませんか？業務時間外に自分の PC で何をしようと自由じゃないですか。労働基準法でも休日の自由は保障されています。就業規則の副業禁止条項を読んだことがないのか。会社の許可なく他の組織や個人のために労力を使うことは禁止されている。でもそれってあくまで営利活動の話で。解釈は会社がする。お前がするんじゃない。今後一切のオープンソース活動を禁止する。全面禁止ですか？そうだ、今すぐメンテナーを辞退しろ。そしてこの誓約書にサインしろ。誓約書？今後一切の副業的行為を行わないという誓約だ。違反した場合は懲戒処分の対象となる。これはひどい。完全にパワハラだろ。俺はその場で誓約書にサインさせられた。拒否すれば懲戒処分をちらつかされたからな。この時正直悔しかった。でもまさかこれがこんな結果につながるとは思わなかった。自宅に帰って OSS プロジェクトのスラックにメッセージを送った。会社の都合でメンテナーを辞退します。今後はコントリビュートできなくなります。プロジェクトメンバーからは残念だというメッセージが返ってきた。本当に助かっていたのにまた戻ってきてほしい。そんな温かい言葉をもらって余計に辛くなった。俺が修正しようとしていたバグのことも伝えた。 HTTP ヘッダーのパース処理に脆弱性があります。特定の形式のリクエストでバッファーオーバーフローが発生する可能性があります。誰か他の人が修正してくれることを願います。でも心の中では思っていた。このバグは簡単には修正できない。ラストの深い理解が必要だから。バグの報告だけして去るのか。他の人が修正してくれるといいけど。こうして俺の OSS 活動は強制終了した。翌日会社に行くと同僚が心配そうに声をかけてきた。大丈夫？部長に呼び出されてたって聞いたけど。OSS の活動を全面禁止されたよ。マジで？あれってお前が趣味でやってたやつだろ？それが副業に該当するって言われてさ。そんなバカな、無償でやってるのに。部長、最近おかしいよね。成果主義に傾倒しすぎて目先の利益しか見えてない。まあもういいよ、諦めた。でもあのライブラリって会社でも使ってるんだろう？そうだよ、
基幹システムの API サーバーで使ってる。じゃあバグとかあったらどうするんだ？知らないよ。俺はもう関わらないことにした。それって大丈夫なの？会社が判断することだって部長が言ってたからさ。その日の午後、部長が全体ミーティングで発言した。皆さん、重要なお知らせがあります。今後、業務時間外の副業的活動を一切禁止します。社員のリソースは 100% 会社のために使われるべきです。これにより、生産性が大幅に向上すると確信しています。生産性が向上を？嘘だろ。モチベーション下がるだけじゃん。部長は得意げに話を続けた。これまで無駄な活動に費やしていた時間を会社のプロジェクトに集中させることができる。これこそが真の効率化だ。こいつ本当に分かってないな。OSS 活動を止めてから2週間が経った。特に何も起きなかった。システムは普通に動いているし、問題も報告されていない。結局問題なかったじゃん。部長の判断が正しかったってことを？いや、まだ何も起きてないだけだ。俺が報告した脆弱性は本当にある。でも誰も攻撃してこないから問題になってないだけ。でも他の人が修正してくれるんじゃないの？それがな、 OSS プロジェクトのスラックを見てるんだけど、誰も修正に手をつけてないみたいなんだ。それってまずくない？まずいけど、俺はもう関わらないって決めたから。部長がそう言ったんだ。会社が判断することだって。でもそれって会社のリスクじゃない？そう思うよ。でももう俺の管轄じゃない。これは不穏だな。絶対なんか起きるフラグだろ。次元爆弾みたいなもんだな。イッチもいたバサミで気の毒だわ。その日の定例会議で部長がまた自画自賛していた。皆さん、今月の生産性指標を見てください。前月比で 5% 向上しています。これは私の方針が正しかった証拠です。無駄な活動を排除すれば会社は成長するのです。私の管理手法の勝利です。それって単に先月が繁忙期だっただけじゃ。何か言いましたか？いえ、何も。俺は黙って聞いていた。でも心の中では思っていた。この慢心が後で大変なことになるぞって。一致。大丈夫？大丈夫。ちょっと考え事してただけ。フラグ立てまくりだな。これは楽しみ。深夜2時、俺は自宅で寝ていた。突然スマホが鳴り響いた。こんな時間に誰だ？画面を見ると同僚からの着信だった。もしもし？大変だ。すぐに会社に来てくれ。どうした？何があった？基幹システムがダウンした。しかもセキュリティインシデントらしい。まさか。来たか。ついにフラグ回収。会社に着くとオフィスは大混乱だった。開発メンバーが全員集まって必死に対応していた。来てくれたか。状況を説明するわ。今本当に大変なことになってるの。午前1時頃 API サーバーが突然応答しなくなった。調べたら不正なリクエストが大量に送られてた。どんなリクエスト？ HTTP ヘッダーに非常に長い文字列が含まれてる。それってバッファオーバーフロー攻撃？そうなの。しかもデータベースから顧客情報が抜き取られた形跡がある。顧客情報漏洩ってマジでやばいじゃん。最悪会社が傾くぞ。それって俺が報告した脆弱性だ。お前この脆弱性のこと知ってたの？1ヶ月前に OSS プロジェクトに報告した。でも部長に OSS 活動を禁止されたから自分では修正できなかった。部長のせいじゃん。完全に人災だな。朝6時、緊急役員会議が開かれた。社長、CTO、開発部長、そして俺が呼ばれた。状況を説明してくれ。それが API サーバーの脆弱性を突かれまして、なぜそんな脆弱性があったんだ。使用している OSS ライブラリに問題がありまして、OSS ライブラリどこのだ？ラストの HTTP ライブラリです。すぐにベンダーに連絡を。ベンダー？ベンダー？ OSS にベンダーなんかいるか？お前
OSS が何なのか本当に理解してないのか。ではどうすれば。開発部長、お前は何を管理してきたんだ。そのライブラリのメンテナーに連絡するしかない。メンテナーですか。誰に連絡すれば。早く調べろ。誰がメンテナーだ。はい、今確認します。これは。どうした。主要なメンテナーの一人がうちの社員です。何？ GitHub のコントリビューターリストに彼の名前が。誰だ。名前を言え。彼です。部長が俺を指さした。君が。はい、以前はメンテナーの一人でした。以前は？今は違うのか。1ヶ月前に部長の命令で活動を停止しました。何？どういうことだ。業務外の OSS 活動は副業に該当するとして全面禁止されました。その際、この脆弱性のことも報告しました。脆弱性を知っていたのか。はい、OSS プロジェクトのスラックに報告し修正しようとしていました。しかし部長に OSS 活動を禁止されたため修正できませんでした。部長、これはどういうことだ。それは会社のリソースを無駄に使うなと。バカ者が。社員が会社のシステムに使われている OSS の改善をしていたのに、それを禁止するとは何事だ。しかし就業規則では。就業規則は会社の利益のためにある。会社に明らかにメリットがある活動まで禁止するとハグの骨頂だ。セイロンパンチ。 CTO かっけー。君、この脆弱性を修正できるか。はい、できます。すでにパッチは書いてあります。書いてある。はい、1ヶ月前に修正コードを書きました。ただ部長に禁止されていたのでコミットできませんでした。なんだと。お前が防げた事故をすぐに修正してくれ。会社としてできることは何でもする。ではいくつか条件があります。来た。交渉タイム。すえー、かっこいいわ。第一に部長から正式に謝罪してもらうこと。第二に今後の OSS 活動を正式な業務として認めること。第三に技術リーダーへの昇進とそれに見合う報酬の改善。すべて了承する。部長、君は彼に謝罪しろ。しかし。今すぐだ。部長はしぶしぶ俺の前で土下座した。申し訳ありませんでした。私の判断が間違っておりました。わかりました。では修正作業に取り掛かります。俺はすぐに OSS プロジェクトにパッチをコミットした。そして会社のシステムを最新版にアップデート。さらに攻撃を受けた部分のデータを復旧しセキュリティを強化した。システムが復旧したわ。すげえ。たった3時間で。さすがだ。完璧な対応だった。君のおかげで助かった。本当にありがとう。こちらこそ OSS 活動を認めていただきありがとうございます。1週間後、全社ミーティングが開かれた。皆さん、重大な発表があります。先日のセキュリティインシデントについて、開発部長の誤った判断により重大な事態を招きました。よって開発部長は降格処分とします。降格。マジか。降格、当然だわ。自業自得すぎる。一方で、今回の危機を救ってくれた彼を技術部門のリーダーに任命します。おめでとう。やったな。また、今後は社員の OSS 活動を積極的に支援します。業務時間の 20% を OSS 貢献に使うことを認めます。マジか。20% も。これはすげえ改革だわ。さらに OSS 貢献を人事評価に反映させることにします。完全勝利じゃん。これは神対応。ホワイト企業じゃん。こうして会社の方針は大きく変わった。俺は技術リーダーとして年収も100万円アップした。部下も何人かつくことになった。もちろん元部長は平社員に降格。立場が完全に逆転してしまった。今回の件で俺の OSS 貢献が技術界隈で話題になった。会社は技術ブログで今回の経緯を公開した。 OSS 貢献の重要性と社員の自主的な活動を支援する方針。記事では今回のインシデントとその教訓が詳しく書かれた。社員の技術的な活動を制限することがいかに
記事は大きな反響を呼び、他社からもオファーが殺到した。GAFA の某社からも声がかかった。GAFA からオファー。もはや勝ち組確定じゃん。年収は今の倍以上という提示だった。倍以上。正直迷った。でも俺は今の会社に残ることにした。それもありだな。だってやっと OSS 活動を正式に認めてもらえたんだから。しかも技術リーダーとして自分のやりたいことができる環境がある。同僚たちも応援してくれている。いい話だ。完全勝利。というわけで最後まで呼んでくれてありがとう。 OSS 活動は本当に大切だと改めて実感したよ。技術者としての成長にもつながるし、会社にとってもメリットがある。みんなも自分のスキルを社会に還元していこう。虫をつ。スカッとした。部長様。 OSS 貢献大使。特編機体。一致昇進おめでとう。